自責の法則。身の回りに起こる、特に良くない出来事は、他人や環境のせいだ、と思いがちです。一般的な人は、自分は悪くない、と自然と自己防衛が働くからです。他人のせいと思えば、気が楽になります。そうではなく、自分の責任だと考えることが必要です。私は、自分に自信がなく、何事もうまくいっていないのは、自分に問題があるのではないか、と2007年頃から疑い始めて、自己啓発に興味を持つようになりました。成功哲学を学んで、一番の驚きは、物事はすべて他人や環境のせいではなく、自分の責任であるという考え方でした。何かうまくいかないとき、親から受け継いだ、遺伝のせいだ、両親の育て方のせいだ、上司のせいだ、妻のせいだ、夫のせいだ。子供のせいだ、景気が悪いせいだ、国の政策が悪いせいだ、と、何々のせいでこうなった、と、他人や環境のせいにする傾向があります。なぜ私のことを分かってくれないのか、という気持ちも同じで、自分が正しくて、相手が自分を理解してくれないことを責めているだけなのです。相手が急に怒り出すと、急に怒り出すなんてあの人は変な人だ、と思いがちです。相手が間違っている、と考えてしまうからです。しかし、これは正しいのでしょうか？もしかしたら、相手に怒るボタンというボタンがあるとすると、無意識に相手の怒るボタンを押してしまったから、相手が怒り出したかもしれないのです。スティーブン・アール・コビー氏の7つの習慣では、物の見方を変えて、自分が変わらなければ、周囲も物事も変わらないという考え方を、インサイドアウトと呼んでいます。他人の行動が間違っていると思いがちですが、自分が間違っていて、相手の方が正しいかもしれないのです。自分は正しくて、相手が間違っているという考えを持っていては、進歩がありません。相手や環境など、自分の外側を変えようとするのをやめて、すべては自分の考え方次第だと考えることが重要なのです。人間として自分の人生に対する責任を自分で取ることを主体的と言います。自分の人生の主役は自分自身でどんな人生にするかを決めるのは自分以外の誰でもないのです。親や先生や上司のせいにしていては主体的になることはできません。自分自身が相手や環境を思い通りに変えることはできないのです。もしかしたら相手の不愉快な行動は自分自身が行った行為に対して相手が反応しているだけかもしれないのです。そうであるとすると、相手の不愉快な行動は自分自身の行為に問題があったと解釈することも可能です。人は自分の行為と相手の反応の間に選択の自由があります。自分の行為と相手の反応の間に人間だけに与えられた素晴らしい力があります。それが反応を選択する能力なのです。私たちの行動は周りの状況からだけではなく自分の選択によって決まるのです。他人や環境のせいにしがちな反応的な人は自分の感情に支配されているので、天気が良ければ気分も良くなる傾向があり、天気が悪ければ気分も悪くなります。自分からは何もしないで、他人が問題を解決してくれるのを待っているのです。主体的な人は自分の行動に対する責任を取るので、他人や環境のせいにしません。天気がどうであろうと関係ないのです。自分自身の価値観に基づいて自らをコントロールできるのです。そうすれば、自分から進んで状況を改善する行動を取ることが可能になるのです。自分の人生を自分で作り出すことができるのです。自分を変えることはできても、他人を変えることは困難です。他人を変えることが困難であれば、変えることが難しい他人を変えるのではなく、コントロールできる唯一の自分を変えなければなりません。物事はすべて他人や環境のせいではなく、
自分の責任であると考えるように努力し始めてから、怒りの気持ちが少なくなり、すべてが好転し始めるのです。質問1、あなたは今何に対して怒りを感じていますか？質問2、今あなたが答えたものを変えることが不可能だとしたら、あなた自身の考え方をどのように変えたらよいと思いますか？